正解は、座席をできるだけ後ろまで下げ、前向きにして取り付ける。昨日みたいにさ、また、眠れるように耳かきしてあげるから。ね。教習所マジックみたいなの、あるって聞いてたから。今日も眠れそう？明日のことを考えて不安になったりしてない？絶対大丈夫だから。ね。明日は頑張ろうね。じゃあ、あと10問ね。助手席にエアバッグを備えている自動車の助手席にやむを得ず幼児を同乗させるときは、座席をできるだけ前に出し、後ろ向きにチャイルドシートを使用する。丸か×か。正解は、座席をできるだけ後ろまで下げ、前向きにして取り付ける。やだ。じゃあ2問目。横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所では駐車も停車もしてはならない。正解は、丸。設問の場所は駐停車禁止場所として指定されています。じゃあ次。二輪車の前輪ブレーキは制動力が大きいので、停止距離をできるだけ短くするため、ブレーキレバーの遊びがなくなるように調整する。正解は、×。ブレーキレバーには遊びが必要。じゃあこの調子でどんどん行こう。雨の日に運転するときは道路の地盤が緩んでいることがあるので、路肩に寄りすぎないようにする。これ結構わかりそう。正解は、丸。道路の端の路肩には寄りすぎないようにする。解説もそのまんまだね。じゃあ、5問。交通事故を起こしたときは、最初に警察官に報告してから負傷者の救護をする。わかる？正解は×。事故の続発を防止し、負傷者の救護をしてから警察官に報告する。まあそうだよね。危ないもんね。そのままにしといて。第6問。黄色の灯火の矢印信号は、路面電車だけが矢印の方向に進むことができる。これはなかなか場所によっては普段ね、見ないから覚えてるかどうかって感じがするけど。いける？正解は、丸。黄色の矢印は路面電車だけが矢印の方向に進める。じゃあ次行くよ。原動機付き自転車で交差点を直進するときは右折しようとする対向車の動きに注意しなければならない。どう？正解は、丸。直進するときは対向車が自車の存在に気づかず右折してくることがあるので注意が必要。そうだよね。じゃああと3問ね。二輪車を運転してカーブを曲がるときは体を傾けると転倒の恐れがあるので、体はまっすぐに保ってハンドルを操作するのが良い。
これどう？正解は、×。二輪車は車体を傾けることによって自然に曲がるようにする。確かに、そうしてるよね、バイクとかね。じゃあ次。道路の右側の道路上に 3.5 メートル以上の余地がなくなるような場所では、どんな場所であっても駐車してはいけない。正解は、×。荷物の積み下ろしのため、運転者がすぐに運転できるときと、傷病者を救護するときは駐車することができる。このどんな場合であってもって言われたらね、ちょっと怪しいよね。じゃあラスト。故障車をロープで牽引する場合、故障車のハンドルなどを操作する者は、その車を運転できる免許を持っていなくてもよい。ラストいける？正解は×。故障車を運転できる免許を持った者じゃないといけない。ラスト10問どうだった？いけた？じゃあここまでにしよっか。明日の試験のためにもね、今日早く寝とかないと。まだ勉強する？じゃあ問題です。翌日の試験が不安な場合は、夜更かししてでも勉強するべきである。丸か×か。どうですか？正解は×です。×。寝不足によって集中力が低下する恐れがあるから。わかった？だからもう今日は勉強終わり。昨日みたいにさ、また眠れるように耳かきしてあげるから。ね。そしたら不安もなくなると思うし。だから寝よう。生活も今日で最後だね。最初はさ、いろんなトラブルで、こういう感じに相部屋になっちゃったわけだけど、でもさ、そのおかげで、このね、地獄のような合宿生活も乗り越えられたし、勉強だってね、毎晩一緒にできたから、本当に良かった。最初はね、ちょっと、やっていける自信なかったけど。来る前はさ、早く運転できるようになりたいなとか、車でいろんなとこ行きたいなって。もうただただね、楽しい妄想だけしてたのに、いざね、来たら、結構きつくて参っちゃってたから、本当に。座学は、内容自体はそんなにね、難しいわけじゃないけど、
やっぱり映像見たりするとさ、めっちゃ眠いし、で、何時間も同じような内容を勉強するのは、飽きるっていうか、ね、時間経つのすっごく長いから、いや、本当にもう、あと40分かと思って、聞いててさ、ちょっと時間経ったかなと思って見ても、まださ、5分も経ってないってこと。全然あるから、で、実技は実技でさ、正直ここの教官、結構厳しいじゃん。だからもう毎回ね、ビクビクしながら運転してて。いざ終わるってなるとね、ちょっと寂しい気持ちもなくはないけど。周りでさ、免許取ってる子に聞いてもさ、結構こう、教習所マジックみたいなのあるって聞いてたから、そういう不純な動機を持ってきたわけじゃないけど、ねえ、そういうときめきみたいなのがあれば、頑張れるかなと思ってたら、ただただ厳しいだけで。こういうこと考えてきたからね、ツケが燃えてきたのかもしれないけど。免許取ったらさ、車で行ってみたい場所とかある？私は、そんなに長い距離運転するのは大変そうだなって思うから、したくないんだけど、もう特定のここに行きたいみたいな場所があるわけじゃなくて、海沿いのドライブコース、運転してみたいなって思ったりしてる。でもちょっと気持ちよさそうじゃない？おしゃれな音楽かけて、おしゃれっていうか、なんかいい感じのいい感じの音楽かけて、でも窓も開けて、後ろから感じながらドライブする。正直な話ね、お店のドライブコース行くなら、助手席の方が、ね、位置的にというか一番楽しめそうかなとか思ったりするんだけど。だって、日本ってさ、左車線なわけじゃん？ってことは、左手にさ、海あった方が近いわけじゃん。で、助手席の方がさ、
ね、そっち側近いからさ。ただただ海をね、近くで見ながらっていうのだったら助手席の方が良さそうだけど、そんなこと言ってたら私、行きたい場所とかなくなるから。ちょっと怖いけど、山の上の方まで運転して、綺麗な星空見てみたい。山の中ってさ、そもそも行く手段、なかなかないじゃん。公共交通機関も。ね、通ってないとこ多いし、夜になったらよりね、行きにくいから、ってなったら車で行かないといけないし、夜運転するのも、山道運転するのも、ちょっと怖くはあるけど、ちょっと行ってみたいなって。でも、とりあえず、免許を明日取れたとしても、1週間運転したくない。いや、ここ来てからさ、ずっと運転しっぱなしで、もうなんか一旦ね、ハンドルとか見たくない。最初さ、誰か隣に乗せての運転になると思うから、その時にね、もう緊張したまま、その誰か乗せてこう、いろいろ言われながら、おしゃれなドライブコース行くのは、ちょっと違う感じするし。一旦ね、1週間休んで、その後、ちょっと特訓して、自分一人で運転するのもね、大丈夫になってきたら、そういう行きたい場所行ってみたい。そういえばさ、車持ってるんだっけ？まだ持ってないんだっけ？私はしばらく、親戚のね、あまり使ってない車、借りる予定なんだけど、将来的にはさ、買おうかなって思ってて、ここ来てからもいろいろ車について調べたりしたんだけど、車選びって難しいね。したらかわかんないけど、難しいね。いろいろさ、ポイントがあるわけじゃん？比較する。今のところ私の中で一番重要なのは、見た目かなと。燃費とか維持費とか。そうだね。大事なのは、
もちろんわかってるけど、毎日見るものだし、やっぱ見た目が気に入った車の方が乗りたくなるじゃん。具体的にこの車に一目惚れしましたっていうのは今んとこないんだけど、まあいいなって思うのは、まずそんなに大きくない。かつ全体的な形でこう丸っぽいよりはカクカクした感じの方がいいなって思ってて。結構あれじゃん、そういう車。だからそっから、まあ、いろんなね、条件、燃費とか、細かいところ調べて、で、やっぱね、もう現実的に考えてこう、金銭の問題もありますから、そういうのもね、こう、相談しながら、決めようかなと思ってて。だから、決めるまで時間かかりそう。車屋さんとか行ったらさ、自分の質問にもね、こう、ちゃんと全部答えてくれると思うけど、やっぱり無知なまま行くのは良くないと思うし、だからもしなんか調べたりしてて、見といた方がいいポイントとかあったら、ちょっと教えて。明日の試験はリラックスして受けられそう？免許試験ってさ、いわゆる意地悪なのもあったりするけど、なんとなくさ、文脈でわかるのもあるじゃん。さっき解いたやつにもあったけどさ。例えば、危ないけど、なんとかだから大丈夫みたいな文章とか、そういうのは罰だし、あとは、どんな場合でも、みたいに、絶対っていう感じのワードが入ってたらさ、100% ではなくても、罰のこと多いし、そういうのってね、本当は、文章で使いでいくというか、国語の問題っていう感じするから、ある程度必要な数字とか、標識暗記して、あとはまあね、日常生活で学んでることとか、考えたらわかることみたいなのも多いから、多分なんとかなる。私がなんとかならない可能性は全然あるけど、自信だけは一丁前にあるから。大事だからね、自信って。
今そのテストってさ、明日受けて受かったら、もう受けることないよね。よくないけど、忘れちゃいそう。学校のテストでもさ、どれだけ一生懸命覚えても、ずっと終わったら、もう、終わった瞬間こう、頭から抜けていくこと全然あるのに、学校のテストならさ、まあ、忘れても、そんなに問題ないで。自分がいい点取れない。とか、じゃん。基本的にね、被害被るの自分だけだけど、免許試験はさ、同方法に関わってるから、忘れちゃいけないじゃん。ね、人の命かかってるし。何年何十年って運転してさ、復習も特にしなかったら、テストに満点取るの難しそうだよね。今、運転してる人たち。大変だけど、平気でみたいなのした方が良さそうじゃない？みんな更新はしてるけど、別にね、試験受けてるわけじゃないでしょ。ね、そもそも私の場合はね、明日まず免許取れっていう話なんだけど。よし。これで終わり。今日も眠れそう？明日のことを考えて不安になったりしてない？いや、絶対大丈夫だから。ね。明日頑張ろうね。じゃあおやすみ。